こんにちは、ゆかです。結構前になかなか体重が減らなくて困ってるんですよねって話したんですけど、なんとね、ちょっと痩せる気配がしてるんですよ。だから、それをね、皆さんと共有したくて話させてください。そう。まずね、前、とにかく体重がどんなに頑張っても痩せないんだ。で、クリスマスとお正月を超えて、ますます大きくなっているようなことで困っているっていう話したじゃないですか。ところがね、ちょっと私ね、戦法を変えてみたんですよ。そしたら、なんかね、前よりやってることは楽で、前よりやってることは楽しいし、全然苦じゃないのに痩せる気配がしてきてんですよ。だから、今ね、私ね、手帳にね、痩せる計画立てました。で、もうね、もうみんなにね、体重は公開してるので、まあ、よしとして、夏に日本に行って、母親に太っても痩せても体重のこと言われるんだったら、どうせなら痩せて見返してやろうっていうことを思ってるって言ったじゃないですか。でね、2月の段階で、まあまあ62キロだと。そうなっちゃったの。そう。ちょっと、お正月とかね、楽しみすぎたかな。そう。まあまあ、ちょっとしょうがない。うん。で、1ヶ月に0.5キロずつ減らしていったとすると、ちょうど夏に日本に遊びに行くまでに、今年減らしたいって言ってる5キロ減らすのに間に合うんですよね。でね、その計画を立ててるんだけど、立ててるっていうか立てたんだけど、今回のこの戦術がちょっと効いてるっぽいんですよ。で、私ね、もしかしたら大人の女性にはこのやり方がいいのかもしれない。あるいは私にだけ個人的に合ってたのかもしれないんだけど、ちょっとね、共有したいと思いました。なんかね、久しぶりに痩せる気配がある。うん。それね、まずね、私、毎日運動してた。それを、っていうか、まずそうか、痩せる気配について話さないといけないね。はい。ここね、いつぐらいからでしょう。ちょっと、2月末、2月の末からこの戦法を変えたんですよ。で、いくつか痩せ方を痩せる方法として取ってたのを変えたんですよね。で、それが効いてきて、なんかね、久しぶりにもう2、3日連続で体重が落ちたり、昨日あんなことしちゃったのに体重変わってないよ、みたいな日があったり、もちろんね、人間の体なんで増えたり減ったりはあるんだけど、順調にちょっとずつちょっとずつ減ってきてるの。もうなんかね、痩せる気配しかしてません。はい。そうそう。だからね、ちょっと話したいと思ったんです。そう。でね、これね、いくつかあるんですよ。で、一般的に言われてるダイエット法だとかと、ちょっとね、違うかもしれない。で、私には合ってるってこと。だから、もし、怖いもの見たさで試してみて太っちゃったっていう人は、責めないでね。警告したから。そう。一般的に言われてる減量の方法とは違うかもしれないって警告したからね。ただ、人によってはね、みんな体って違うから、私と同じ系統の、わかんない、体なのか、私と同じ遍歴をたどってきた体の持ち主なのかわかんないけど、同じそういう属性の人にとっては、今までと全く違う楽で楽しくって何にも悩まない方法で痩せちゃうかもしれないよってことなんです。
ちょっとね、伸ばしすぎたね。行こう。本題にね。まずね、ちょっとね、私ってね、台本ないからね、この、思い出してる順番にこれ話しますけど、まず、私、朝一番で運動するんですね。で、今までやってた運動は、20分の、カーディオの、有酸素運動と自重のトレーニングを兼ねたようなもの、兼ねたようなトレーニング20分、それとストレッチやってたんですよ。で、それを2月の末から変えた。やってることとしては、朝起きての有酸素と自重トレーニングを合わせたようなビデオの20分。それをね、上半身、それと下半身っていうのを毎日ね、交互にやってます。今日は上半身、その次は下半身、で、その次はまた上半身みたいな感じでね、それにストレッチをやってたんですよ、今まで。なんだけど、ストレッチは、なんかね、気が乗った時にやるようにして、ウェイトじゃないな。腹筋とか背筋とか、そういう、自重のトレーニングにはなるんだろうけど、腹筋とか背筋とか、そういうね、マットの上に横になってやる運動をしてます。ただね、過去に体型を整えようとしてやってた時、どうにか痩せようと思っててやってた時って腹筋とか背筋とかそういう系のね、30回ずつやってたんですよ、私。それは、負荷がかかってなければ体には効かないっていうのがよくトレーナーさんの言うことでしょ。で、簡単すぎるとダメだし、じゃあ30やろうっていうね、ことでやってたんだけど、今、10回ずつしかやってないんですよ。なのに、10回ずつで回数減らした方が、なんなら、痩せ細ってきてる。痩せ細ってはきてないけど、痩せる気配に、ちょっと効果が出てる気がする。で、私は、それをね、私の中で、ロジックを見つけたんですけど、大人の体、しかも、更年期と戦ってる、いろんなストレスにさらされてる体は、あんまり頑張りすぎるとコルチゾールが出ちゃう、このストレスホルモンがね。だから、いかに自分が嫌だなって思わない、その、重さか、いかに自分が、いっか、10回だったらやるか、みたいなね、10回ぐらいだったらできるか、みたいなね。もう本当に、歯磨いたりだとか、そのレベルでできる楽なこととして自分が認識できるものじゃないと、やっぱりね、なんか体にとって負荷になっちゃうのかなと思って。そしたらストレスホルモンが出るでしょ。で、ストレスホルモン出たら痩せないでしょ。なんならもっと太るでしょっていうそのなんか繰り返し。だからね、私、ちょっと前まで本当に不思議だったんですよ。なぜか、痩せようとすればするほど体重が増えていく、順調に。痩せようとすれば痩せようとするほど、なんか痩せないんですよね。もう本当になんなら順調にここのとこ10年とか増え続けてきてて、なんか良くも悪くも私の夫は私の増量に寛容で、ゆかさんそのままで大丈夫だよって言ってくれてたから、私も勘違いして、大丈夫なんだとか思って、ずっと体重を乗せ続けてきたと。そしたら健康診断でも引っかかるっていうか、コレステロールがね、体重減らすといいよってお医者さんにも言われるような感じになっちゃったから、今に至るんだけどね。うん。そう。とにかくこのね、一つ目ね、痩せようとしてるのに、なんか頑張れば頑張るほど育ってしまう大人の女性、もしかしたら体にストレス、頭に心にストレスが溜まるほどの運動をしてるかもしれないよってこと。だから自分が大変じゃないレベルの運動でちょっとだけ試してみてほしいです。本当に不思議なの。私が30回腹筋とかいろんなことやってる時より10回だけで、ああ終わり。
っていう方がなんか効果があるんですよね。でも何もやってないよりは何かは起きるでしょ。で、確かに起きてるの。うん。そう。4月ってタイソンクランって言って、数日間日本でいうお盆みたいなお休みがあるんですよ。だからね、楽しみ。私海のあるとこ行きたいなと思っててね。そう。で、それが一つね。そうだからね、水着着てもいいでしょ。でも今も着てるけど、なんかますます素敵になったらね、旦那さん惚れ直しちゃうかもまた。そう。それでね、まずそれが一つ運動ね。あと、食べ方を変えたんですよね。で、食べ方と食べ物を変えたんですよ。これ聞くとね、はあはあはあ、果物野菜を増やしたのね。炭水化物減らしたのね。なんかお菓子食べなくしたのねとか言われるでしょ。違うの。それがね、なんかね、これはすごい画期的なことで、まあまあよく言われるのが、減量するには食べ物が8割って言うじゃないですか。でも私、なんかね、ちょっと思ったのが、いや、減量するにはストレスが8割かかってたっていう意味なんじゃないのっていうぐらいに、今のね、食べ方が、今の体重を減らしたいっていう私には効いてるってことなんですけど、まずね、この、どん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 、もう空気吸って水飲むだけで増量していってる時代の私ね、どんな感じで一日過ごしたかを言いましょう。週末はもっと崩れるからとりあえず平日何してたかね。まず、起きるのは4時半とか5時なんです、朝ね。で、いろいろ、身支度をして、500ml のお水に、絞ったライムと同量の蜂蜜を混ぜたのを飲んでた。7時ぐらいに。で、そのまま出て、朝ごはんっていう朝ごはんは固形物取らずに、お昼までずっといたんですよ。で、お昼ご飯で、私は毎日カフェに行くので、毎日カフェでしょっぱいものと甘いものを絶対食べてた。だいたいサンドイッチとケーキとか、サンドイッチとクッキーとか、サンドイッチとシナモンロールとかね、なんかそういう感じね。で、夜は自分でお家で作ったものか、デリバリーのものか、外に食べに行くっていうのをやってたんですよ。で、これね、よく考えて、私、固形物食べるのって12時でしょ。それまではライムウォーター、レモンウォーターしか飲んでないんですよ。ってことはね、まあまあ限りなくファスティングに近いと思うんですよ。今、痩せるにはファスティングだよってすごい推してる人たちがいるその方法にまあまあ近いでしょ。でも、その頃ね、別にね、何にも変わんなかった。なんならなんか本当に順調に育ってってたんですよ。どんどん、私なんか毎日ね、体重を記録してるんですけど、だからそのね、ただただ増えていく体重を毎日毎日記録してただけなんだけど、それを見ると本当に増えてった。で、今はね、何をやってるかっていうと、途中までは同じ。朝起きて、ライムウォーターとかレモンウォーターとか、そのどっちかを朝7時ぐらいに飲むっていうのは変わんないんですけど、その後、娘を学校に送ってってカフェ行くでしょ。ここ。で、その日にカフェに置いてある、なんか大体私はね、朝ね、甘いのいいなって思うんだけど、朝カフェに置いてある甘いものでどれがいいかなっていうのを選んで一つ食べます。炭酸水と一緒にね。あんまりなんかね、甘い飲み物とかは好きじゃないし、カフェインはね、あんまり飲まないんですよね。時々しかね。だから炭酸水なんだけど、炭酸水と甘いものを食べてんです。その時によってドーナツとかもあるし、ドーナツはたまにかな。そこまです、じゃないかな。でも、シナモンロールみたいなのだとか、あんバタとか、あと、クロワッサン。クロワッサンってバターがいっぱいでしょ。でもそのクロワッサンの中にね、アーモンドクリームの入ってるね。そういうね、アーモンドクロワッサンみたいなやつね。そういうのを食べてる。そこ、まずいと思うでしょ。そう。でも私それ食べてんですよ。で、お昼に
また変わらず、しょっぱいものと甘いものを食べて、で、そこでね、一つ、これはね、いいことを取り入れたなと思うのが、ちょっとね、果物を一つ食べてます。リンゴかじる時もあるし、みかんの時とか、パパイヤとかマンゴーとかね、その時自分で家にあるものを1個持ってって、カフェの、しょっぱいのと甘いのと一緒に食べてる。炭酸水と一緒にね。そう。お昼ももう一杯炭酸水飲むから。で、そこまで来ると結構まずそうでしょ？で、その後普通に夜食べてますからね。なんだけどね、なんか私、この食べ方するようになって、なんか、痩せてるっていうか、痩せてはきてないよ、まだ。でも体重が減ってきてるんです。ちょっとずつ、ちょっとずつ。でね、なんでかなって思った時、私、無意識のうちに、なんかね、ストレスが減ってんじゃないのかなって思ったんですよね。食べたいもの我慢してない。で、お腹いっぱいで苦しくて、もうこれよりもう一口二口食べたら出ちゃいそうみたいなぐらいには食べないようになった。1日3回か、おやつとか食べたりする時もあるから4回とか食べるから、なんかね、あ、今はこれぐらいでいいや、また後で食べようっていうのもできるし、なんかね、一番は、食べたいなって思ったものを食べるようにしてんですよ、その時ね。食べたいなと思ったものを、その次もまたすぐご飯食べるし、ちょうどいいぐらいまで食べようっていうのをやるようになって、何か食べたいけど、でも、痩せたいと思ってるから我慢しようの、ストレスをなくしたんですよね。だからね、本当に運動しすぎで、体は筋肉痛っていうストレスもちょっと減ったし、うわ腹筋とかあれ、結構大変なんだよねっていう、その億劫さも、10回ずつしかやんないから減ったし、この体のストレスは減ったでしょ。で、食べたいものも自分でその時食べたいなって思うのをちょうどいい、もう腹八分なんてね、そんなこと言ってないよ。そんな上品なことね。食べたいなと思って、お腹いっぱい食べたいと思ったら普通に食べてます。で、その食べ方をして、何を一番変えたのかっていうとね、究極はね、ストレスを減らすことに集中してるんですよ、今。そうしたら、なんと大人の体はストレスにすごく大きく正直に反応してくれてるみたいで、なんかね、ちょっとずつちょっとずつ体重計の数字が減ってってる。もうなんかこのまま痩せる、このまま痩せるしかないでしょうね。わかんないけどね。もう先のことは誰もわかんないからね。でもなんか今んとこ痩せる気配しかしてないです。そう。だからね、みんなに共有したいと思ったんです。ダイエットは食事が8割って言うでしょ。違うんだよね。ダイエットは8割のストレスを減らすことが大事。大人の体にはね。ちょっと私なんかこれね、確信ついてきてんじゃないかと思ってます。そう。だからね、これね、聞いて、やってみて、自分にも効果があったって思う人は教えてください。これね、今ね、私ね、女性として女性だけに話してると思ってるでしょ。でも違うの。男性にも更年期ってあるんですよね。で、別に更年期じゃなくてもいいんですね。年齢が高くなればなるほど、男性もすごいストレスってあるし、男性はそのストレスをまた女性のように表現しない人も多いから、かなりもう一本糸が切れたところでガラガラガラっと全部崩れるほどのストレスを持ってる人いっぱいいると思うんですよね。しかも男の子なんだから泣かないのみたいにね、なんかそれが良しとして育てられた人は、ますます無意識のうちにストレスが溜まってて、しかもなんならね、なんかそういう男性はね、どん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 自らをね、マゾフィスティックな方に追い込んでっちゃって、そのストレスがかかればかかるほど気持ちいいみたいなね、もう筋トレして足痛いよ、腕痛いよ、それも気持ちいいとかね、お腹が空いてて、なんか、すっ
ごいお腹が空いてる、自分食べてない、サーチュイン遺伝子出て、この、免疫高まってる、活性化してる、なんかもう細胞活性化してるよみたいなね。なんかそれも気持ちいいと思っちゃうような、なんかね、ちょっとどんどんマゾヒスティックな方に行ってる人っていっぱいいると思うけど、ちょっとまず、これちょっとなんかダイエット革命じゃない？でも、まずは食事8割じゃなくって、ストレスを8割減らせば痩せるしかないんじゃないかと思ってる次第です。今の私はね。うん。ということでした。ちょっとなんかね、これね、あまりにも革命すぎて、皆さんに共有してみましたが、これで痩せたよっていう人がいたら教えてください。もうストレス減ダイエット、どんどん押していかないとなと思う。うん。もちろん、食べるものの質だとかね、バランスっていうのも必要だけど、ストレスを減らしてからなんだよな。そう。まあね、引き続き私の痩せる様子を見守っていただければ嬉しいです。あと、ストレス減ダイエット聞いてるよって人いたらね、これ見てね、やってみて教えてください。もうみんなに広げてあげたい。はい、ということでした。今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。